皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。レアート。ということで今日は最近ハマってよく作ってる冷凍作り置き弁当シリーズということで、お手軽に買える豚こま肉をたっぷり使ってレンチンしてすぐに食べられる超便利な作り置き冷凍生姜焼き弁当を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料は豚こま切れ肉 350g、玉ねぎ 100g、生姜2かけ、卵3個、ほうれん草1束 200g、炊いたご飯3合分。その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。はい。ではまず毎度おなじみ、冷凍保存可能な保存容器。いつもダイソーの 380ml 容量の保存容器を使用しています。ではまずこの保存容器に炊きたての米を入れていきます。1食だいたい180から 200g ほどを目安にお好みの分量お米入れてみてください。ご飯を入れたら乾燥しないように斜めに蓋を置き、粗熱が取れるまで冷ましておきます。ほうれん草1束 200g は水洗いして汚れをきれいに落とし、根元部分に十字に切り込みを入れます。玉ねぎ1/21個 100g の皮を剥いて薄切りします。豚こま切れ肉 350g に醤油大さじ2、みりん大さじ1、酒大さじ1、砂糖大さじ1、片栗粉小さじ2を入れ、豚肉に調味料を揉み込み混ぜ合わせます。豚肉に調味料を揉み込み混ぜ合わせたら、生姜2かけの皮を剥き、まず半量1かけ分を千切りしてボウルに入れます。では残り1かけはすりおろしてボウルに入れます。生姜を入れたら全体を混ぜ合わせます。では生姜を混ぜ合わせたらお肉一番最後に炒めるので、使うまで食材が悪くならないように冷蔵庫に入れておきます。ボウルに片栗粉小さじ1、水小さじ1、砂糖小さじ1、マヨネーズ大さじ1、塩小さじ1/4を入れ溶かし合わせ、卵3個を割り入れ、卵を溶きほぐし混ぜ合わせます。卵を溶きほぐし混ぜ合わせたら、卵焼き用フライパンに油を引いて中火で熱します。では卵を菜箸の先につけて、フライパンに当てた時、さっと線が残る程度温まったので、溶き卵の1/3を流し入れます。ではフライパン全体に流しながら火を入れていきます。では卵が固まってきたら巻いていきます。ではもう一度油を引いて、残りの卵を3回から4回ほどに分け入れて卵焼きを作ります。作り置きする食材なので、卵が半熟だったり、火の通りが甘くならないようにしっかりと火を入れていきます。はい。では卵焼き焼き上がったら、お皿に取り出して粗熱を取っておきます。はい。では次に沸騰したお湯にほうれん草の茎を沈め30秒ほど茹でます。では30秒ほど茹でて茎がしんなりしてきたら葉を沈めてさらに20秒から30秒ほどしんなりするまで茹でます。では茹で終えたら冷水に取り出して粗熱を取りアクを抜き、手で握って水気をしっかりと絞ります。はい。では空いたフライパンに油を引いて中火で熱します。ではフライパンと油が温まったら調味料を揉み込んだ豚肉を入れ炒めます。菜箸使って豚肉をフライパンに広げながら炒めていきます。では豚肉に火が通って色が変わってきたら薄切りした玉ねぎを入れ炒め合わせます。はい。では豚肉に火が通り、玉ねぎがしんなり、全体にしっかりと火が通ったら、最後のおかず一品、生姜焼きの完成です。はい。では茹でて水気を絞っておいたほうれん草の根元を切り落とし、2センチ幅ほどに切ります。
では切り終えたら、冷凍した時に水気があるとお米がベタつく原因になるので、切り終えた後もう一度しっかり水気絞っていきます。では水気を絞り終えたら、生姜焼きに結構しっかり味があるので、シンプルに塩少々で軽く味付けしておきます。はい。では焼き終えた卵焼きも粗熱が取れたので、10等分の大きさに切ります。では卵焼きとほうれん草を用意したら、粗熱の取れたご飯の奥側に5等分してほうれん草、卵を乗せます。ほうれん草、卵を乗せたら、手前部分に生姜焼きを5等分して乗せます。生姜焼きを乗せたら、生姜焼きの上にいりごまを散らします。OK。はい。ではこんな感じで、豚こま切れ肉でお手軽簡単美味しい生姜焼き弁当の完成です。で、蓋をして冷凍保存し、3週間ほどを目安に食材が悪くなる前に食べてください。でもこちら試作で作って冷凍したものなんですけど、温める際は蓋が耐熱な場合は蓋を斜めにして置いていただくか、ラップをかけて 600W の電子レンジで4から5分ほど食材が温まるまで加熱して食べてみてください。で、職場に持っていく際の持っていき方や注意点などは前回の鶏つくねのっけ弁当の動画で細かい説明しているので、そちらを参考にしてみてください。はい。ではこんな感じで作り置きしておくと超便利、冷凍生姜焼き弁当の完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回は冷凍しておくとレンチンしてすぐに食べられる万能作り置き冷凍生姜焼き弁当を作ってみました。それでは本日はライチティーで乾杯。乾杯。置いて。じゃあ早速いただきましょう。最近冷凍の作り置き弁当すごく便利でよく作ってるんですけど、今回は豚こまを使いながらお手軽簡単に美味しく作れる生姜焼き弁当を作ってみました。ではまずこっちはね、今作ったばかりでまだ冷凍かけてないバージョンなんですけど、こちらいただきます。生姜焼きとお米を一緒にいただきましょう。ジンジャー。めっちゃ美味しい。豚こま肉にあらかじめ調味料や片栗粉をなじませておくことで、炒めても豚肉が硬くならずしっとり柔らかに仕上がり、プラス冷凍をかけてもお肉が硬くならず美味しく食べられます。今回生姜焼きなので、生の生姜を千切りしたもの、おろしたものを2種類入れることによって、ところどころにこの千切りした生姜が残っているので、生姜の風味や食感もしっかり味わいつつ、うまくこのおろした生姜が豚肉に入って、生姜の風味が全体にふわっと広がり、美味しく食べられます。この卵もいただきます。卵にも調味料を合わせておくことによってふわっとした卵焼きに仕上がり、冷凍して解凍しても卵が硬くならず美味しく食べられます。ちょっと卵だけは火の通りが甘かったりすると作り置きしておくとき少し不安なので、焼く際にしっかり卵に火を入れつつ卵焼き作ってみてください。で、ほうれん草はもうシンプルに茹でて塩で味付けしてあるだけなんですけど、結構生姜焼きにしっかり味がありつつ、お肉たっぷりめなので、塩だけの味付けで、生姜焼きと一緒に食べて美味しく食べられるようにしてあります。なんでちょっと生姜焼きと合わせながら一緒に食べて、野菜もたっぷり美味しく食べられるレシピになってます。ちょっとこっちのね、冷凍かけたバージョンもいただきます。で、作ってもうその日すぐ夕飯とかにして食べていただいてもいいですし、こうやって保存容器に詰めて冷凍しておくと食べたい時にレンジで加熱してすぐに食べられ、とても便利です。最近ハマってこの冷凍弁当をよく作ってるんですけど、もう冷凍しとくとほんとめちゃくちゃ便利です。レンチンで食べられるので、あとちょっと汁物あればいいかなくらいしっかり食べ応えもあって、とても便利な作り置きになってます。
ほんと卵も冷凍してもすごいふわふわですね。ツナ缶を入れているので冷凍しても硬くならずパサつかず美味しく食べられます。ほんともうご飯の上に乗せてあるスタイルなので、これ一つでご飯もおかずも食べられますし、洗い物も少なく食べ応えもあって、かつしっかりタンパク質、野菜も食べられるレシピになってます。はーい。ということで今日は作り置きしておくと便利な冷凍生姜焼き弁当を作ってみた動画でした。冷凍しても食材はしっとり硬くならず美味しく食べられ、お手軽な食材で美味しく作れるレシピになってます。冷凍しておくと食べたい時にさっと食べられてとても便利なレシピですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、生姜焼き。これと味噌汁あったら生きてけそう。